こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。ちょっとね、風邪をひいていて声が変かもしれません。ご了承ください。20代、ヒルさんからの質問です。斉藤直樹先生はじめまして。動画を拝見し、いつも勉強させていただいております。今回先生に質問したいことは、承認欲求と SNS 依存の対処法についてです。私は最近、X をやめました。理由としては、いいね数を気にしてイライラすることが多くなったこと、通知もないのに何度も X を開くようになったこと、四六時中 SNS のことを考えるようになった自分が怖くなったからです。私は芸能人のファンアートを描いています。二次創作やネタ絵が描けない、アイディアが全く思い浮かばないので、写真を見て模写したり、少しアレンジして描いています。X ではいいね数は平均10程度しかついたことがありません。また、他のファンアートを見て、いいねが自分より多い時、なぜこの人はこんな絵で見てもらえているのに、すごく考えて描いている私は見てもらえないんだろうと落ち込むことが多いです。ファンアートはどれだけ愛がこもっているかだと聞きますが、じゃあ私の絵にはこもっていないのかと嫌な気持ちになります。また、今までデフォルメ、リアルタッチ、写実画、カラフル、構図の工夫をしてみたり、場面の模写のようなものですが、ネタ絵を描いてみたり、変わった表情、驚いた顔や怒った顔などを描いてみるなどいろいろ試したのですが、反応がもらえたことはほとんどなかったため、次はどうすればいいのか、何が悪かったかばかり考え、気づけばずっと X について考えるようになってしまいました。今はインスタの友達数人ぐらいしかフォロワーがいない小さなアカウントで活動しています。しかし当然ほとんど見てもらえず、反応もなく寂しさを感じています。たまに何のために描いているんだろうかと虚しさを覚えたり、描いていても意味がないからやめた方がいいと思うことすらあります。正直意味がないからとやめることができればもはや楽なのですが、次はこうすればいけるかもと考え、また描いては反応がもらえず落ち込むことを永遠と繰り返しており、とてもしんどいです。絵を見てもらえないことに悔しさを覚えたり、虚しさに駆られて絵を描く楽しさがよくわからなくなるのは普通なのでしょうか。承認欲求モンスターになり、承認欲求でしか楽しさが得られなくなっているのではないかと心配です。過度な承認欲求や SNS を直すには、このまま小さなアカウントで続けるべきでしょうか。そもそも SNS をやめるべきなのでしょうか。それとも見られる量を増やすために X を再開すべきなのでしょうか。もし X を再開するなら、承認欲求モンスターや SNS 依存にならないためにどう心得ておくべきなのか、ご教授いただけると幸いです。長文失礼しました。読んでいただきありがとうございます。とのことです。はい。文章を読んでいる限り、ヒルさんはとても主観的に考えることが得意な人なんだけど、一歩引いて客観的に自分の状況を見つめること、考えることが苦手な人なんじゃないかと思いました。これですね、悪いことに聞こえるかもしれませんが、主観的なことはですね、別に悪いことばかりではなくて、ものすごくね、主観的に考えられる人って、方向性がビシッと合っている時には、信じられないぐらい力を発揮できる人だと思っています。逆にですね、客観的な人って、あまりね、物事の細部に執着しないので、間違っていない方向性を定めることは得意なんだけど、でもね、方向性が定まってしまうと、細部に対してはね、大雑把なので、あんまり繊細な心遣いや表現が行き届かない人も多いと思います。ヒルさんのように主観的な人は、なんでそっちの方向に行くのっていうぐらい、的外れな方向に行ってしまうこともあるんですが、その分ね、身の回りの細やかなことによく気がつくので、表現自体はね、素晴らしいことが多いと思うんですよ。今はね、もう自分は全然うまくいかないと悩んでいるかもしれませんが、ちょっとしたボタンの掛け違いみたいなことかもしれませんので、そこまでね、気を落とさずに聞いてください。いいねが欲しいのか、いい絵が描きたいのか。ヒルさんの質問、承認欲求と SNS 依存の対応策について僕なりの考え方をお伝えしていくんですが、まず順番にですね、承認欲求に対する対応策からお伝えしていきますね。でですね、ちょっとここでヒルさんの目的意識について整理したいんですが、ヒルさんはもともといいねが欲しいんでしょうか、それともいい絵が描きたいんでしょうか。おそらくどっちも欲しいんだと思いますが、どっちの割合が高いですかね。いいねが欲しい 70% で、いい絵が描きたい 30% ぐらい。それとも、いいねが欲しい 30% ぐらいで、いい絵が描きたい 70% ぐらいでしょうか。僕から見るとですね、ヒルさんはもともとどちらかというと、いい絵を描きたい、自分が気に入った絵を描きたいという方向に傾いていた人のように感じます。もちろんね、自分の周りの人には共感してほしいって思っていると思うんですが、そこまで多くのいいねが欲しいとは思っている人には思えないってことですね。なぜかというと、ヒルさんは芸能人のファンアート中心に活動しているっておっしゃっていますよね。ただ僕が思うにですね、
ね、芸能人のファンアートに限定することって、そもそも多くのいいねを集めたいっていう風に強く思っている人の行動ではないんですよ。もう本当に多くのいいねが欲しい、承認して欲しいっていうのが第一に来ている人っていうのは、もう芸能人にね、限定せずに、今もうとにかく流行っているコンテンツを網羅的に書いていく人がほとんどです。いいね数ってですね、いい絵につくわけじゃないんですよ。今世の中の人が興味を持っていることが、如実にいいねには反映していきます。それが証拠にね、クリスマスシーズンにはクリスマスの絵にいいねが多くつきますし、正月には正月の絵にいいねが集中しますよね。承認欲求を第一に上げる人は、自分が好きなことを一番に考えるんではなくて、世の中の人が好きなことにまず着目します。ヒルさんはね、もともとそうではなくて、芸能人、しかもおそらくですけど、誰か特定の推しがいて、その人への思いを形にしたくて、絵を描き始めたんじゃないですか。で、もしかしたらその中で、この思いを誰かに共有したいという気持ちはあったかもしれませんが、この気持ちをね、ものすごく多くの人に分かってほしかった。例えば、1万人の人に共感してほしかったかって問われると、いや、そこまででもないな。って少し冷静になれるんじゃないでしょうかね。おそらくヒルさんのものづくりの仕方、原動力から考えて、たくさんのいいねを集めるということにはそこまで向いていない活動をそもそもされていると思いますので、いいねが集まらないことについて悩むのは、これちょっとね、違うんじゃないかなっていうふうに思いました。だってそもそもがいいね目的で始めたわけじゃないし、いいねがたくさん集められるテーマを別にヒルさんが選んでいるわけじゃないですから。なのに、いいねが集められなくてちょっとイライラしてしまうのは、それは X の中の人にいいように精神をコントロールされて、X 中毒にさせられているだけです。まずはヒルさんの原点、自分が本当は何をしたかったのかを思い出してくださいね。ヒルさんはね、X をもうやめたっていう風におっしゃっているので、その点は英断だったかもしれません。孤独を楽しもう。ヒルさんが一番悩んでいること、承認欲求と SNS 依存の対応策。次は SNS 依存の対処法について僕なりに考え方をお伝えしていきます。それはですね、孤独は怖がるものではなくて楽しむものだってことです。はい。孤独をですね、楽しみましょう。孤独。一人きりの時間ってことですね。孤独な時間ってですね、もしかしたら SNS に慣れきっている人にとっては恐怖の対象なのかもしれませんが、考えてみれば孤独って自分だけの時間、すごくね、贅沢な時間です。そういう風に心底実感することができれば SNS 依存はほとんど解決したも同然だと思います。と、急に結論だけを伝えられても、なんで？どういうこと？と不思議に思うかもしれません。なので、順を追って説明しますが、まずヒルさんの質問文の中に、四六時中 SNS のことを考えるようになり、自分が怖くなったとあるんですが、X とかね、他の SNS もそうなんですが、いいね数が気になって、X のことばかり考えるように設計されているアプリだということをきちんと認識してください。X はね、開くとすぐに誰かと繋がれて承認されると錯覚させることによって、その度にドーパミンの分泌を促して一瞬の気持ちよさを手軽に得られるようにそもそも設計されているアプリです。ヒルさん自身が自分がやるべきこと、やりたいことをはっきりと持っていないと、こういった生理現象を巧みに利用してくる相手に対してただただ利用されて、時間とね、精神力を絞り取られて絞りかすみたいになってしまうので、X だけじゃありません。スマホを使うときには十分に自分の目的意識に注意してください。僕最近ですね、ものすごく思うんですが、自分も含めてですね、世の中みんなどんどん孤独な時間を楽しめなくなっているんじゃないかと思うんですよね。これはネットやスマホが普及しすぎた結果だと思うんですが、ネットが当たり前にあってスマホが手元にあることが普通になっている現在、確かにね、調べたいものはパッと調べられますし、読みたい本、見たい動画はすぐに見れますし、道も迷わなくなったし、待ち合わせでね、変に無駄に右往左往することがなくなったので便利にはなったんですが、その反面ですね、なんかずーっと不安感を植え付けられているような感じがしませんか？この不安感っておそらく孤独に対する不安感だと思うんですよ。今の瞬間も誰かに嫌われているんじゃないだろうか。自分が知らない間に誰かと誰かが繋がれていて、自分はその機会を逃してしまっているんじゃないだろうか。自分だけが孤独なんじゃないだろうか。ってね、人と繋がる手段が手元にあるからこそ、そのチャンスを不意にしている可能性が怖くて、それでずーっとスマホを監視せざるを得なくなっているように感じるんですね。僕はね、昔から一人で絵を描くことが好きだったので、孤独にはね、人と比べて慣れっこですし、むしろ誰かといる方がストレスを感じてしまう人間なので、むしろ孤独の方が安心するタイプなんですけど、そんな僕ですらね、スマホを持ってから今までずっと孤独になることに対して恐怖感を植え付けられているような感じがしますね。今はね、そこまでやらないようになってきたんですが、数年前の僕は
朝起きてすぐやることがですね、エゴサをして炎上していないかどうかの確認でした。いや別に炎上するような心当たりがない日にもですよ。なんかヘマをしたり、意図せずに変なことを不意に言ってしまって、自分のね、知らないところで炎上して、みんなに嫌われてしまうんじゃないか。それが原因で孤独になってしまうんじゃないか。そういう不安感をずーっと思っていました。まあね、数年前はっていう言い方をしましたが、今もね、だいぶ軽減はしましたが、全くそれがなくなったのかっていうと、そんなことはありませんね。今もその不安は感じています。ヒルさんは20代なので、もしかしたらネットがない時代のことは知らないかもしれませんが、ネットがない時代ってですね、そもそもこんな不安感、あんまり多くの人は抱えてなかったんですよ。むしろね、不思議がってました。例えば僕の母親なんかは、ネットが普及して、SNS が復旧して、しばらく経ってもですね、そんなに四六時中人と繋がって何がしたいの？別に何も話すことなくない？って不思議がってましたね。今現在はね、もうむしろ人と繋がれていない瞬間がある恐怖感に脅迫観念を抱えている人が多くなってしまってきているので気づかないかもしれませんが、結構ね、今のこの状況って異常だと思います。そもそも孤独って人間にとって、特にクリエイターにとっては必要不可欠なものですよ。だってね、自分の考えを深めたり、大事なことを思い返す時間だったり、そこからこれからの自分のやるべきことを導き出すのって孤独な時間にしかひねり出せなくないですか？誰かと過ごしている時を時間をシェアしていると捉えるなら、孤独な時間っていうのは時間の独り占めです。それってものすごく貴重でしょ？だって一人だけでその時間を悩みに没頭できるんですよ。最高の贅沢じゃないですか。でも仮にその途中で不安になってしまって誰かに助言を求めたとしても、大体はね、その場しのぎの適当な答えやマウンティングしか返ってこないでしょ。当然ですよ、それは。だって他人事なんだから。それって自分だけの時間の価値を下げることじゃないですか、むしろ。これはね、もったいないです。孤独ってそもそも回避すべきことではなくて、むしろ積極的に楽しむものだと思います。スマホアプリを作る側、普及させる側はその構造上、人と人が繋がることはいいこと、いいねをもっと集めよう、孤独は避けるべきことですよ、みたいなね、雰囲気を出してきますが、それはね、単純に彼らがお金儲けをしたいから言ってるだけのマーケティング戦略に過ぎません。はい。時には、いいねから逃れましょう。人とのつながりからね、意識的に切断しましょう。孤独を受け入れて孤独を楽しみましょう。あなただけの時間や感覚を大事にしましょう。ネットが普及しすぎた今だからこそ、あえて意識的に孤独を摂取する必要があるように感じます。小さなコミュニティを主催する。はい。で、ここまでで、ヒルさんの根本的なお悩みに関しては、大方答え終わったと思うんですが、じゃあ具体的に何をすればいいのっていうね、これからの対応策についてですね、最後サクッと残りのポイントについてお伝えしていきます。ここまで聞いてですね、ヒルさんはもしかしたらこう思ったかもしれません。それでも、いいねは欲しいの？はい。そうですよね。自分の原動力は純粋に推しを好きな気持ちで承認欲求ではなかった。SNS 依存に対しては孤独を楽しむという発想の切り替えによってほとんど解決できると言われても、それはそれとして消えてくれないのが誰かに認められたいという気持ち、承認欲求だと思います。で、僕が思うヒルさんにとって一番の承認欲求の解消の方法は、ヒルさんと同じ推しを好きな人たち、もちろんヒルさんにとって信用できる3人から5人ぐらいを誘ってディスコードサーバーを立ち上げることですね。はい。小規模なディスコードサーバーを立ち上げてください。ヒルさんが立ち上げるんですよ。で、そこでダラダラと推しについて、あるいは推しをきっかけに世話話なんかをして、で、時々ファンアートなんかを見せ合ったりして、褒めたり褒められたりするのがいいと思います。もしかしたらですね、ヒルさんは承認欲求は1万いいね、10万いいねもらわないと解消しないものだと思っているかもしれませんが、はっきり言いますよ。承認欲求は1万いいねもらっても、10万いいねもらっても、仮に100万いいねもらったとしても、解消しません。はい、もう際限なくインフレしていくだけですね。それにさっきも言ったように、ヒルさんの絵のテーマは、そもそもそんなに多くのいいねがもらえるようなテーマ選びをできているわけじゃありません。それにね、だからといって、ヒルさんにそういうテーマを選びましょうと言われて、あなたは素直に、はい、そうしますって言えますか？言えないですよね。そうじゃなくて、身の回りにいる人の中で、本当にね、ヒルさんのファンアートの良さを分かってくれる人たちがいて、そういうファンアートを自然に見せ合いっこできるような空間、お互いに承認し合える関係値が作れれば、承認欲求って自然と満たされていくものだと思うんですよ。今はね、ディスコードサーバーって言いましたが、できるんであれば別にそれがリアルで会うオフ会のような形、何でもいいです。むしろポイントなのは、ヒルさんがそれを
主催するっていうことですね。そういう場ってですね、結構欲しいと思っている人は多いんですけど、主催するってなるとちょっとめんどくさく思ってしまうので、自分で作って声をかけて回る人って少ないですから、なんならそれだけでありがたがられて承認されます。それにね、ここポイントなんですが、自分が誘った相手なので、おそらくね、それだけで自分とは馬が合う人が多いでしょう。もしかしたらその誘った相手同士がね、馬が合わなくて喧嘩するっていうことも起きますから、そのリスクを減らすっていう意味で、3人から5人って言いました。ヒルさんはおそらくね、活動の性質上、オープンな SNS で、たくさんのいいねをもらって、それで承認欲求を満たすよりも、もっとクローズドな、閉じた場を自分で作って、そこで承認欲求を満たした方がいいように感じます。はい。その方向性を考えてみてください。頑張って応援しています。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？今日の答えって、いわゆる世の中で言われている SNS 戦略とは真逆のことを言ってるので、人によってはね、俺はもっと素直にいいねが欲しいんだよ。10万いいねの獲得の仕方を教えてくれよっていう人もいると思います。はい。そんな時にはこちらの動画、完全解説、いいねされる絵作りの考え方、見た人を〇〇に連れていく。または、知らないの？ツイッターを伸ばすイラストの 3H 戦略をご覧ください。はい、ツイッターじゃなくてね、今は X ですね。はい、これはですね、結構アルゴリズムが変わったとは言われていますが、こちらの動画で語っていることは、アルゴリズム関係なく、SNS を成長させていくために大事な根本的な考え方を語っていると思います。興味があれば、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。